クレイアートチャンネルです。今日もテラコッタの鉢のリメイクです。少し大きめの5号サイズの鉢にバラと小花をふんだんに貼り、リボンをつけました。とっても繊細な仕上がりになりました。やばい可愛さです。抜き方を使っているので難しくないですよ。それでは作ってみましょう。はい、材料です。テラコッタの鉢、これ3号なんですけれども、5号鉢を用意してください。ザラザラベース、トップコート、それから白のアクリル絵の具と筆ですね。お花のね、小花たちの抜き型を型外れするようにベビーオイル、日向ぼっこ、これ歯型がなければ外から葉っぱでもピッとちぎってきてその裏を使うといいと思います。スポンジとボンド7本針、細工棒、伸ばし棒です。テラコッタ鉢の方には二重でザラザラベースの下地を塗ってあります。粘土を薄く伸ばしてで、歯型で抜いていきます。まずは3枚用意します。ボンドで鉢に接着します。バラの抜き型、大きい方のバラですね。このオイルを入れて滑りを良くしてやってから粘土を詰め込みます。これしっかりね、花びらの先まで入るようにギュッギュッと押してやってください。でパカッと、はい、きれいに取れました。これを3個用意します。ボンドで接着していきます。私は今鉢を倒して作ってるんですけれども、これあくまでも動画でね見えるようにと思って鉢を倒して作ってます。皆さんが作る時はねもうそのまま立てたまま作ってください。細工棒を使って粘土を鉢に圧着していきます。このバラね塊ですからね、このままピッと乗せただけではなかなかつきませんので、でも手で押さえるとねバラの形が崩れてしまうんですね。なので細工棒で上手に傷をつけないように圧着します。はい、これでね一つのバラの模様ができました。では次に今度は小さい方のバラの模様、やり方は同じですね。あららららあららららひっくり返っちゃった。はい、小さいバラもバラを3つと葉っぱを3枚用意して模様を作りましょう。葉っぱが小さいので今回ねもうバラ先に接着しちゃいます。これもだから粘土が柔らかいのでできるだけねバラの形を崩さないように上手に鉢に接着しましょう。細工棒で圧着します。ローラーで粘土を薄く伸ばしてで小さい葉っぱを抜いていきます。歯型を使って葉脈をつけていきます。これ歯型がない方はなんかアジサイの葉っぱとかバラの葉っぱとかの裏を使うと、ミントの葉っぱもいいですね。綺麗に葉脈がつくと思います。
接着しましょう。接着した後にもうこの圧着するっていうのはセットですね。手でグッと押さえられない時は細工棒などで圧着しましょう。小花の抜き型を準備します。これできればバラの花よりも小さいサイズのものを用意してください。ローラーで粘土を薄く伸ばして抜き型で抜いていきます。先ほどつけていったねバラの模様のちょうどその隙間にこういう小花を入れて埋めていきます。はい、たくさん抜いたものの、裏にこうやってボンドをもう先にねベーッと塗ってしまいます。パパパパパッとねつけていきますので、一つずつやってもらってもいいんですよ。ただねボンドで最初に全部私は塗っちゃいます。さあではこのねバラの模様の隙間を小花で埋めていきましょう。でこれもね花びらの先をこうやって細工棒で押さえる圧着っていうのをしながら隙間を埋めていくと花びらにも若干模様がつきますし外れにくくなります。せっかくね手作りのね鉢を作るのでもう最低でもね1年は持ってくれないと。特に多肉の鉢なので外で使ってで、ジャブジャブお水をかけますよね。なので、しっかり圧着してボンドもきちっと塗ってそうするとね、2年ぐらいは持ちます。この日向ぼっこっていうね粘土で作ってもらうとそのぐらい持ちますので是非試してみてください。小菊のねこのお花の後にさらにまたちっちゃいお花の型もありますし、それからそれでも埋められないところには丸めたね粘土を見物のようにつけていきますので全部埋めなくても大丈夫ですよ。次に小さい小花を散らしていきます。プランターの方にボンドを塗ってしまってそこにね小さい抜き型で抜いた小花を直接乗せていきます。粘土がね乗ってないような隙間の部分に接着剤を塗って小花をつけて埋めていきます。
次に粘土を細かく丸めて、2ミリから5ミリぐらいでしょうか、それぐらいのね丸をたくさん作って接着していきます。これもね、もうボンドはプランターの方に直接塗って、で丸めたものを上に乗せて、でこうねちょっと潰れない程度にキュッと圧着しましょう。このね丸めた粘土で一応全部隙間を埋める感じにします。でまだなんか隙間空いてるなと思ったらお花を足したり葉っぱを足したり加減してください。リボンをつけます。細長くね伸ばしましょう。バランスを見ながら、だいたいこのぐらいかなっていうところで、ちょっとね中心にねぐるぐると粘土を巻いてやって接着していきます。ボンドを塗ります。軽く押さえながらプランターに乗せていきます。ね、そしたらこれ全体を7本針でツンツンツンと続いて質感を出します。はい、これでだいたい成形は終わりです。乾かしてから色を塗りましょう。スポンジで白のアクリル絵の具を全体に軽くのせます。しっかり乾かしてからトップコートを塗りましょう。乾燥させたら出来上がりです。
はい、完成です。バラ好き、リボン好きにはもうたまらないと思います。可愛いのできましたね。また次の動画で会いましょう。